今回は山登りを通じて男女が親交を深める山コンで起きた遭難。初対面の20代登山初心者が出会いを求めて気軽に登山した結果、全員が遭難した沢口山遭難事故について解説します。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。2010年10月31日、静岡大学に通う大学院生の男女3人と会社員の女性2人の計5人のグループ。彼らは全員20代の登山初心者で、同級生や会社の同僚。彼らはインターネットで沢口山の情報を検索。静岡県の大井川上流にある1425メートルの沢口山。登山コースは須又峡温泉から尾根道を標高差900メートルを登っていくコース。標高差はあるがごく一般的な登山コースで、初心者向け往復4から5時間と紹介されたとの情報。小学生でも乗れる低山登山であると安心して日帰り登山を計画しました。31日9時30分頃、沢口山へ入山。山コンで楽しく会話しながら登山。彼らの格好はいずれも薄手のウィンドブレーカーやトレーナー、機能性よりおしゃれを重視して選んだ服装が多かった。31日13時、順調に山を登り山頂付近に到着。パーティーは山頂付近での景色をしばらく楽しんだ後、14時過ぎには下山を開始。尾根を渡っていると雲行きが怪しくなり、霧が発生。霧によって視界もだいぶ悪くなってきていたため、彼らは手探りの中で下山を進めることになった。14時30分、小雨が降り始める。発生していた濃い霧の影響で遠くの景色がよく見えず遭難。日帰り登山と完全に油断していた彼らは登山に必要な器具やコンパスなどを持っていなかった。ほぼ全員が登山経験が少なく、知識不足により判断ができずに停滞。その後沢を降りていくことに決めた。迷ったら沢を下るな。沢を下るという行動は初心者にありがちな判断ミスだ。沢を下ると携帯や無線などの電波が入りづらくなってしまうし、沢の先には竹や木があることが多いことから滑落のリスクもある。視界が悪くなり捜索隊にも発見されにくくなってしまう。登山道から約 2km 離れたところで切り立った急斜面に遭遇。傾斜が40度から50度もあるかなり急な斜面で、それ以上進めなくなった。引き返そうにも崖から滑落し、命を落としかねないかなり危険な場所で、そこから動けなくなってしまった。さらに雨も降っていたことで、彼らは急激な寒さに襲われることになる。カッパを装備したり厚着をしているならまだしも、着ている服は薄手のウィンドブレーカー。この時の気温は8度ほどで、体感温度はさらに低い状態だった。山での遭難事故では雨や寒さで体の熱が奪われ低体温症が発症する。こういう時は熱の発散を防ぐために雨水を避け、非常食などを食べて暖かくすることが重要。しかし彼らは非常食さえも持ってきていなかった。たまたま持っていたわずかなお菓子のみを少しずつ分け合って食べることにした。夜には辺りは真っ暗で、お互いの顔が全く見えないという状態。一歩間違えれば滑落してしまう状況。眠ったら死んでしまうと思った彼らは声を掛け合い、滑落の恐怖と不安を抱えたまま朝を待つしかなかった。翌日1日の未明、かろうじて受信した電波で知人に遭難しましたとメール。送信されたのか不明だったが、救助を待つしかなかった。1日午後、メールを受けた知人が警察に救助要請。ヘリコプター2機、救助隊員約120人で捜索を開始。救急隊員の懸命な捜索の結果、夕方には5人が山の斜面に座っているのを発見。岩場は傾斜が40度から50度もあるかなり急な斜面。しかし暗くなってきたことからその日は救助することができなかった。ヘリコプターから救助隊員が降下し、翌日の救助まで5人の近くで一晩中声をかけ続けて過ごしてくれた。翌日辺りが明るくなった頃、再度ヘリコプターでの救助を試みたが、彼らのいる場所の辺りでは乱気流が発生していてヘリコプターで救助することができなかった。そのため地上から救助する方法で
2つに分かれて救急隊が昼過ぎに出動。救急隊に支えられながら3、4時間かけて全員下山することができた。下山したメンバーはかなり衰弱。支えられながら救急車で病院に運ばれた。彼らは手足に傷や軽い脱水症状も見られたが、幸いにも大きな症状は見られなかった。今回救助に関わった方のコメントでは、若かったから助かったようなものだ、悪天候だったなら登山をやめる勇気も欲しかったと話している。さらに地元の町役場の職員の人たちは驚きを隠せない様子で、小学校の遠足で行くような沢口山でそんなの聞いたことがないとコメントしている。小学生でも登れる初心者向けの山というネットの情報だけで登山を軽視。防寒対策も不十分な状態で、地図やコンパスなども持たずに登山を決行してしまった。山コンとして可愛くておしゃれな服装を優先したというのも一因。どんな低山でも一歩間違うと遭難する危険があるということを意識しておくことが必要です。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。